んにちは、メイです。宇宙をテーマとした有名な映画のオープニングを少しだけ入れてみました。宇宙船の壁を使ったことがなかったので、今回はいつもとテイストを変えて宇宙旅行をテーマにお部屋作りをしました。宇宙船の壁は使うのが難しいなと思っていたので、この動画が部屋作りの何かのヒントになれば嬉しいです。それでは宇宙船の旅へ行ってらっしゃいませ。今回のテーマは少し古めの宇宙船の旅です。SNS でこのテーマでの部屋作りはあまり見ないなぁと思っています。部屋の概要です。部屋の大きさは 10×10。窓はなし、エントランスは一番左。明るさは白で暗めですが、作業中は明るくしていきます。環境音は宇宙です。壁紙と床の概要です。今回はこの宇宙船の壁が主役ですね。今回の間取りはこんな感じです。お風呂、寝室、リビング、キッチンの順に作っていきます。一部だけ窓を隠すように仕切り壁を置きます。仕切り壁の両端に柱を立てて、右側の柱側に仕切り壁を延長させます。仕切り壁で囲った部分にラグを敷いてお風呂場ということを強調します。この余ったスペースにカウンター H を置いて床を隠します。こちら側も同様に床を隠します。お風呂が直線距離で見えないようについたてで隠します。次は宇宙船の壁を部屋になじませます。この壁は下の部分 1.5 マス分が部屋に馴染んでいないのでステッカーで隠します。窓枠の下部分にステッカーの上部分が来るように貼り付けます。上の部分もあまり馴染んでいないのでステッカーで隠します。馴染んでいない部分を隠すだけですが、それだけでもこの宇宙船の壁は使いやすくなると思います。壁紙の色とマイルズの色が合っていると馴染むので、お手持ちのマイルズの色に壁紙を合わせるのもおすすめです。最終的に部屋全体を暗くするためにランプなどを多めに飾るようにします。ランプなどの色は暖色系で統一していきます。この部分に木製ウォールパーテーション M を置いて壁を作ります。入り口から見た時に正面にある壁は透けている方が圧迫感を軽減できます。次は寝室を作ります。ベッドの頭側にベッドサイドを作ることで部屋を区切っているような感じにします。シングルベッドも仕切りカウンターを使うことでまとまって見えるようになります。この部分に柱で壁を作ります。壁にアクセントを加えたいので3種類の柱を使って作ります。正面から見た時には見えないけれど、横のアングルにした時にだけ見える遊び心です。真ん中を黒でも良かったかもしれないですね。次はリビングを作ります。キッチン側をダウンフロアにしたいので階段のマイルズを出します。一直線に階段を作っていきます。メリハリがないなぁと思う時にダウンフロア風はおすすめです。簡単なのにおしゃれに見えますからね。壁側の下部分が隠しきれていないのでシンプルなローパネルで隠します。これは腰壁と同じマイルズでリメイクしてあります。ローパネル以外にも1マス分の高さのある家具なら何でもいいと思います。ソファーを並べてリビングっぽくしていきます。普通の家ならばきっとテレビがあると思いますが、宇宙船なのでこういうので映像を見る感じですね。
ソファーの空いた隙間にランプを置いて明かりを増やしていきます。ここに植物のパーテーションを置きます。この場所に置くことによって部屋の境目が強調されてメリハリがつきます。テーブルにキャンドルを置いてさらに明かりを増やします。次はキッチンを作っていきます。キッチン、バス、ベッド、リビングがついていれば旅行としては割と快適ですよね。この宇宙船はこういう部屋が何個もあってホテルみたいになっています。豪華客船を広くした感じですね。宇宙は無重力ですが、この宇宙船は引力が発生するようになっていて地面を歩けます。こういう妄想をしながら部屋作りは楽しいですね。この間のブレンダの恋を見てくださった方が思ったよりいてくださってとても嬉しかったです。感想や応援のコメント、DM などもかなり励まされました。本当にありがとうございます。お部屋の妄想をまた物語にしたいなと思っています。レンガのラグを敷いてキッチンスペースを明確に分けます。最後に電気を調整して完成です。部屋のあちこちに飾ったランプ類と宇宙船の壁がキラキラ輝いていて綺麗ですね。ちょっと古い感じの宇宙船の部屋はいかがだったでしょうか。宇宙をテーマにしてお部屋を作ったことがなかったので新鮮でした。宇宙船の壁を使ってみたくなったと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。